つもご視聴いただきありがとうございます。ウェルネスオーバー50リカです。今日は見ての通りヘアカットをしていきたいと思います。イエーイ！ということでね、今私はこのぐらいのね、ちょっとこう下が伸びてきた、そして上のウルフだった部分がここまで伸びてきてね、やっとだんだんこのぐらいで切れるようになってきたので、一旦ねここで切っちゃおうかなと思っております。タッセルカットみたいなね、下がちょっとまだ薄いので、これをね活かした感じで首でボブっていうか、そういう感じでなんとなくこう外に跳ねる感じの、こういう感じのボブにしていこうかなと思います。もう本当にねギリギリ縛れる長さで今回はね切っていきたいと思います。で、使うもの、ハサミ、すきバサミあればすきバサミ、こういうねクリップ、あとコーム、こういうコームでもいいです。こういうねコームでもいい。こういうコームがあると、やりやすいかなと思います。あとね、もし、使うかな、こういう最近よく使ってるね100均で買いましたレザー、これでちょっとずつこうやってねつくといい感じでそぎ切りできるかなと思います。あとこれね、私ね結構襟足が長いので、ちょっとこう襟足をね剃るカミソリか、もしくはねこういう、私はこういうクリッパーがあるんですけど、こういうバリカンみたいなのがね、ちょっとリリリってこう綺麗にできればいいかなと思っております。あとはケープかけてね切っていきたいと思います。はい、というわけでシャカシャカうるさいんですけど、このね襟ぐりがきちんと絞れてるね、こういう方が毛がね入らなくていいかなと思います。はい、やっていきましょう。まずね毛をしっかりね濡らしていきたいと思います。今回はギリギリ縛れるような長さで切りたいので、まずね一回後ろで縛って切っちゃってみようかなと思います。まず耳前は別にしておきます。私ここ結構ねレイヤーを入れてるので、今回も耳前はねここのレイヤーをちょっとね後ろにつなげていくような感じにしていきたいので、耳前はね別で取っておきます。ちょっとだけ不揃いの部分をねチャチャチャって以前1回切りました。こんな感じ。後ろは今こんな感じです。はい、それを一回ね後ろで縛って切ってみよう。後ろにこうピタッとねたるみがないように一回で、この時に下を向きながら、上向いてじゃなくて下を向きながらギリギリ縛っていきましょう。ゴムでギリギリ、そう、ここはね私結構襟足が長いので、多分この辺はねちょっと出ちゃうんで後で剃っていきます。これをねこのぐらいでギリギリ切っていきます。切ろう。ちょっと怖いのでこれで一回こんな感じでね挟んでここを切っていきます。今回ねバサッと切りたいのでちょっとバリカン使おうかな。もちろんねこのハサミでもいいですよ。これでねいってみよう。超怖いんですけど、ちょっと待って。切れたね。はい、こんな感じで切れました。しっかり切れてる？すごい。こんな感じで切れました。ちょっと取ってみよう。濃いね。やっぱりこういう切り残しが出てくるんだね。はい、ということでここでこのギリギリにまたこれをね挟んで、
この切り残しを切っていきたいと思います。ここのね真ん中のガイドをそのままこのガイドをギリギリまでこうしてここを切っていきます。後ろの毛はね、後ろ側にまっすぐ下ろしたいんだよね。というのも、後ろにまっすぐ下ろすと自然にね、ちょっと前下がりのラインになってくれるので、なるべくね、後ろにまっすぐ下ろします。そして首をね、こう下げて、なんかこっちはうまくいったっぽいような気がするな。まあ後でこう横に来たやつはもうこれで切りましょう。これでね下ろしてきて、これでねここで切ります。お、いいんじゃない？なんとなくこんな感じ。どう？ちょっと見える。おお、どう？いいんじゃないやったー。こっちもねやっていきましょう。こんな感じで。なんかこっち切りすぎたかな？なんか切りすぎたくさいね。そんなことないか。こっちうまくいったんじゃない？こっちどうよ。ちょっとなんかこの辺が長いね。もう一回挟んでみるか。中が長いのは嫌なんだよ。ここをこう切る。もうこれでいこう。だんだん短くなっちゃうからちょっと中止。まあ大体同じぐらい。ちょっとこっち短くなっちゃった。まあこんなもんでしょ。わからん。後ろ見えてないからね。もしかしたらすごく短くなっている可能性が。ここを切ろう。こうやって後ろをまっすぐ下にこう引いてきて、後でまた切るんで、とりあえずこっちに行こう。とりあえず真ん中で分けて、
りあえず真ん中で分けて、ここをね、ここでチョキンと切ります。こうチョキンと切ります。こいつは簡単だったね。最近ここをレイヤーすごく入れちゃったのでスカスカなんですけどなんとなくつながるようにしていきたいと思います。前髪どうしようかな。ちょっと薄めに切っとくか。ここを三角にまとって下ろす部分の幅を決めたら、今回はハサミで切っていきます。このぐらいで切ろう。長いので真ん中をね、目つつかないようにだいたいこれぐらいでサイドバンドをこっちの方が短いんだね前回ねすごい切っちゃったんだよね。こっちはいい感じ。こっちがこっちがちょっと短かったね。ここが欲しいね。ちょっと短いのよ合わせちゃおうか。どうよ。ちょっと襟足をすいていきます。襟足がねめっちゃ多いので、この下のここのね3段ぐらいに分けようかな。お、ここがちょっと出てるね。これでちょっとだけついてきます。ちょっと間引く感じ。束で間引いた方がなんかこうタバタバ感が出るかなと思います。ただやりすぎないように。この上は私すごいねウルフの時にすいてあるので
ちょっと乾かしてみます。はい、ただのハンドドライで乾かしました。こんな感じ。イエーイ。後ろがね、やっぱり乾かすとこのね、内側がやっぱりここがすごく重いので、今からまたね、すいてボリュームをダウンしてまとまりを良くしていきたいと思います。この中側がね、膨らんで重くなっちゃうので、中を結構ね、すいていきたいと思います。で、こう収まるようにね、していきます。なんか耳の後ろとかすごい多いんですよね、この辺。いい感じ？ちょっと収まってきたね。この内側のこれを切りたいんだよな。ちょっとアイロンかけてみようかな。こんな感じになりました。すごい毛がついてるけど、こんな感じ。ほら、このちょっと外羽っぽい感じでね、アイロンで仕上げてみました。まっすぐこう下ろしてきて、最後だけこうちょっとね、最後ちょっとだけこうしてあげるとスッとね、外にこうなる感じになります。スタイリングもね、ちょっと簡単。ほらで、前髪は、もうちょっとね、短くてもよかったかな。こんな感じ。ちょっとサイドバングが外にこうつながって、こういう風になってもいいし、ね、耳にかけてすっきりさせてもいいし、どう？イエーイ！だいぶすっきり。後ろ目見てないんですけど、どうかな。まあ本当はもうちょっとね、中側をすいて、もうちょっとここペタンってしたいかな。そうね、こんな感じにできました。私ね、結構襟足が長いので、ここはちょっとバリカンで刈りました、私のね、襟足で。ここをね、まっすぐ切るのがやっぱりちょっと難しいので、もしね、ご家族とかで手伝ってもらえる人がいたら、こうやって沿って下を向きながらこうやってやって、ここからね出たやつをちょっとチョキチョキチョキって切ってってお願いしてね、見るともっとねイージーだと思います。でね、もうちょっとここがね収まりを良くしたければ、もっとねこの辺すいてもいいと思います。このね、耳から下のこの辺りの毛が多いと、やっぱりここがね、もはっとこうしてしまうので、私はもうちょっとね、後からすこうかなとも思っています。自分でね、お直しできれば一番いいので、上はね、段を入れてないです。上はやっと伸びてきた段がここまで来てるので、これはもうこのままでね、下をね、すいてボリューム調整、耳の下、この辺あたりをね、ボリューム調整してみましょう。はい。ということでね、タッセルボブっていうんですかね。そういうのを今日は切ってみました。これは私のちょっと理想の
理想通りになったんじゃないかな。私ちょっとね、ここをちょっと重めにここバッてしたかったので、ちょっとね、こういう感じで無造作ヘアにもねできますし、この無造作も可愛いんじゃない？ちょっと巻いてね、エアリーにしてみてもいいかなと思います。はい、ということでね、今日の動画が役に立ったと思った方はぜひぜひ高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。なんか YouTube ハイプ機能っていうのがなんかできたらしいので、もしね、とっても役に立ったよっていう方はそのハイプボタンもね、一緒に押していただけるととっても嬉しいです。ということで、また次の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。はい、ということで一旦動画閉めましたが、襟足の部分のガタガタとボリュームの調整を追加でやりました。ちょっとはマシになったでしょうか？最終形態がこちら。エンディングよりも収まりが良く、ボブの裾部分がすっきりとしました。アイロンをしないとこんな感じ。アイロンをすると裾のボブカットのラインがまっすぐ見えてとっても可愛いです。ぜひ真似してみてください。